こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。たくさんの魚介っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。めちゃめちゃたくさんの海鮮たち。っていうことでね、今日は海鮮丼を作っていきたいと思います。で、ここからはちょっと愚痴の動画になります。なのでね、そういうのが苦手な方は、この時間までスキップお願いします。僕外食すると、ほとんど海鮮なんですよ。で、海鮮でも食べるものはほぼ決まってて、お寿司か海鮮丼か刺身定食。大体この3種類なんですよ。今までいろんな海鮮屋さん行きました。で、この前、今まで行った海鮮丼屋さんで、最悪の店に当たりました。ちょっとエピソードを話すと、この前結婚記念日だったんで、ちょっと嫁とお出かけしようかということでね、海辺の街に行きまして、道路沿いにある大きめなね、お店、しかも外に生簀があるタイプの海鮮屋さんを見つけたんですよ。外に生簀があるタイプの海鮮屋さんは、外さねえなと思って入ったんですよ。そしたらちょっと店内がね、埃っぽいというか、ちょっと油っぽいというか、綺麗な空気じゃなかったんですよ。で、お客さんもお昼時なのに、僕らの他に一組しかいなくて、あれと思って。結構な観光スポットだったんだけどなと思って。で、それで席に着いて、メニュー見たら、ドカーンと、一押し、豪華海鮮丼って言って、1980円。で、ものすごい豪華な、僕好みの海鮮丼の写真が載ってたんですよ。これ行くしかねえなと思って。で、頼んで出てきたものがこちらなんですよ。これ、マジかよと思って。ちょっとこれね、俺出てきた時びっくりしちゃって、これパッと見結構豪華な美味しそうな海鮮丼に見えると思うんですけど、これが1980円って結構やばくて、まず何がやばいか1個ずつ説明していくと、ここの具材なんですけど、7点入ってます。まず順番に説明していきましょう。まだ普通だった食材は、このヒラメとカンパチですね。これはね、養殖のヒラメと養殖のカンパチで、とても美味しかったです。ただその他の食材がちょっと難がありすぎてですね、まずこのマグロ見てください。このマグロ。これ綺麗なカメラで撮ってるんで赤っぽく見えますけど、これ実際見ると漬けみたいな色してます。キハダマグロですね。冷凍のキハダマグロを1日2日しっかり処理しないで冷蔵庫で置いとくとこういう色になるんですよ。海鮮丼はマグロが命なのに、この小ささでこのクオリティかなり残念だなと思いました。で、このエビの尻尾に隠れてるこのイカが見えますよね。このイカもね、海辺の町だから、今の時期コウイカとかアオリイカが取れてるんで地物かなと思ったんですけど、これ違うんですよね。味付きの既製品のイカ刺しなんですよ。これ多分タイ産のアオリイカだと思います。これはこれで美味しいんですけど、ちょっとね、既製品のやつをパッと乗せるだけかっていうのはちょっと残念でした。で、次サーモンですね。サーモンがこれね、トラウトサーモンなんですよね。冷凍のチリトラウトですね。チリの解凍サーモンは生サーモンより原価が安くて、ある程度美味しいということでね、海鮮丼とかによく使われるんですけど、この値段の海鮮丼に、このペラペラ2切れの冷凍トラウトはねえなと思いました。で、次ですね、真ん中のこのエビちゃん。生きた養殖の車エビですね。これはね、生きてるんで鮮度は抜群なんですけど、まだ動いてるんですよ。わかります？水槽から取って殻剥いて、生きてる状態でベッて乗せた状態なんですよね。足がガチャ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 動いてる状態なんですよ。なんかちょっと嫌じゃないですか。それに車エビの生きた状態の頭って、手で引きちぎるの結構力いるんですよね。めちゃめちゃ引きちぎるとき、頭動くしね。なので女性の方とかこれ多分ね、食べれない人多いと思います。あと車エビの池の刺身っていうのは、すごく弾力があって、白米とはあまり合いません。なんで海鮮丼にするんだったら一度ボイルした方がいいのかなと思いました。ほんで、一番問題。これなんで僕がこんな怒ってるかというと、このウニなんですよ。これマジで悪質で、まず突っ込みポイントがいくつかあります。こんな小さいウニから一辺がこんな大きなウニの身は出てきません。これ、殻は本物の生のウニの殻を使ってるんですけど、この上に乗っかってるウニが冷凍の明晩バリバリ使ってる安いウニなんですよ。これね、こういうウニばっか食べてる人からしたら、このウニは食べられないんですよね。本当にもう全然食べ物が違うぐらいのもんで。さも剥きましたみたいな感じに冷凍を乗せてるのがちょっとマジで許せなくて。ウニは剥きたてがうまいって僕ずっと言ってるじゃないですか。で、そういう人がこれ食べたらね、びっくりしちゃいますよ。金子うまいっつ嘘ばっかり言っとんじゃんって。それにウニのトゲトゲを白米の上にベーンと乗せるのはね、いかがなものかなと思いましたよ。で、殻見ればね、いつ死んだやつとかわかるんですけど、これ昨日死んだやつなんですよ。剥きたてじゃないんです。だから殻を使い回してる可能性があるんですよね。こういう今のご時世っていうのもあるんで、もうすごい嫌だなと思って、めちゃめちゃ食べるの嫌でした。というわけで、めちゃめちゃ愚痴を言ってしまいました。聞いてくださった方ありがとうございます。どうですか皆さん。あれで1980円。普通ですかね？それともちょっとおかしいですかね？僕はね、初めて出会いました。ああいう海鮮丼には。なんで今日はね、ちょっと自分で作ろうかなということで、食材を買ってきました。
食材費だけで3万円近くかかりました。ガソリン代とかいろんなこと考えたらね、自分家でこのぐらい買って食べた方が安かったのかもしれない。で、僕なんかネットの情報だと、元料理人とかすげえ書かれてるんですけど、僕料理人じゃありません。料理経験はないですけど、魚はもうとにかくいろんな魚食べてます。その僕が理想だなと思う海鮮丼を今日は作っていきたいと思います。で、まずは食材から紹介していきます。まずこちら、生ウニですね。冷凍のものではありません。で、今が旬のこちら、鳥貝。で、こちらも今が旬のホタルイカ。で、こちらも今が旬ですね。シャコエビ。で、生ホタテ、生サーモン、生キハダマグロ、カンパチ。で、こちら行きまして、今日のイクラはね、醤油漬けではなくて、塩イクラでいこうかなと思います。超極上塩イクラです。これ冷凍庫に眠ってました。塩イクラもね、うまいんですよ。で、厚焼き卵買ってきました。で、車エビ、国産アワビ、国産の赤貝。で、ハマグリ。これハマグリはね、この前取ってきたやつです。動画にも上がってますね。で、このハマグリはお味噌汁しようかなと思います。今日はこのようなラインナップでいきたいと思います。そしたら、まずは、車エビから仕込んでいきましょうか。ほら、まだね、生きてますよ。で、車エビ茹でていくんですけど、このまま茹でると、エビはくるっとなってしまいます。くるっとなってもそれはそれで可愛いんですけど、今日はピンと刺したいので、串を打ちます。尻尾でも頭の方でもどっちでもいいんで、串を入れてあげます。そうすると、まっすぐになります。これで茹でると綺麗な、ピーンとした車エビになります。このプリプリの弾力のある車エビの生の刺身もいいんですけど、やっぱりご飯と合うのは茹でた車エビだと思いますんでね。甘みがあってとても美味しいです。はい、そしたら沸騰したお湯にお塩をファサーで入れます。はい、だんだん色が変わってきましたね。で、火が入るとこうやって浮いてきますんでね、こういう風に浮いてきましたら、だいたい茹で上がったよという合図でございます。あんまり火を通しすぎるとスカスカになってしまいますんでね、生食でも食べられるエビなので、これで出していきます。で、これあとはある程度冷やして殻を剥けば OK。お次は、アワビいきましょう。で、アワビですけど、まずはこれ、洗っていきます。で、ぬめりとか汚れがついてますので、お塩をかけて、で、こういうブラシとかで、ゴシ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 と、こすってあげます。この間ですね、この隙間も綺麗にゴシ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 とこすってあげます。色がちょっと剥げるんじゃないかなぐらいまでこすった方がいいですね。やっぱり生食で食べるものなので、ここは綺麗にやっていきたいですね。はい、そしたらアワビのさばき方。何回もやってるんですけど、アワビはこっち向けた時に穴の開いた方と穴の開いてない方あります。なので穴の開いてない方、こっちの鋭い方ですね。ここからナイフを入れます。で、この真ん中あたりに貝柱がありますんで、貝柱を断ち切ります。結構太い貝柱が入っております。で、貝柱が切れるとこういう風にグラグラしてきます。で、完全に切れると、パカッとこういう風になります。そしたらナイフを入れた方じゃない逆の方からですね、こっちの方からピロッと剥がします。いいアワビだな、これ。これで身が取れました。で、身が取れたらここにくちばしがありますんで、くちばしをニュッと取ります。この赤いのがこれくちばしですね。これ別に食べられるんですけど、ちょっと硬いので取った方がいいですね。で、あとは肝が残りました。肝はこういう風にピロピロと手で取ります。そうするとね、肝が破けずに簡単にアワビがさばけます。で、仕上げにふきふきして、これでとりあえずアワビの仕込みの完成。で、次は赤貝ですね。で、赤貝、この蝶つ貝のここにナイフを刺して、ガコッとこうずらすと、こういう風に隙間が空きます。で、この隙間が空いたところからナイフを入れて、できるだけ貝紐が切れないように、こことここにある貝柱を外します。こんな感じですね。上手にいきました。そしたらあとはこことここにもまだついてますんで、貝紐を切らないように貝柱を外していきます。で、中の玉だけこういう風に取ります。これ上手にできましたね。で、もう一回いきますよ。入れて、ガコッと外すと。で、これうまくいかない場合は、そういう時は直接貝の隙間から入れて取っちゃえばいいのかなと思います。こういう風にずれてくれるとね、とっても隙間に入れやすいです。そしたらこの状態になったら、玉を外します。で、紐だけになりました。で、紐だけになったら、この膜を外しちゃいます。このエラみたいなところですね。これは食感が良くないので外しちゃいます。ここですね。ここも外しちゃって、これで赤貝の紐、赤紐ですね。これの仕込みが終わったと。そしたら次は赤貝の身ですね。で、赤貝の身はここに肝が入ってますんで、肝を取り除く必要があります。こういう風に割って、
開いて、で、これが肝ですね。で、この肝を包丁で薄く取り除く。こっち側も薄く取り除く。あんだけ大きかった貝も開くと、このぐらいの大きさになっちゃいます。そしたら濃いめの塩水にくぐらして、軽くぬめりを落としていきます。ああいう風に塩水でもいいし、水で薄めた酢で洗ってもぬめり取れますんでね。はい、これで赤貝の仕込みの完成。次は、シャコエビいきましょうか。で、あとはホタルイカですね。まずはホタルイカ。気にならない人はやらなくていいんですけど、このね、目玉が結構硬いんですよね。あとね、ここにね、船が入ってるんですよ。こういうやつ。結構大きいの入ってますよね。ちょっと内臓が出ちゃったな。この船もね、結構口の中残りますんで、丁寧な仕事する人はこれ取ってください。目玉外して、ここですね。ここの付け根をちょっと破いて、で、先端がこう出てきますんで、先端掴んでニュ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 ッと出します。結構ね、気持ちいいんですよ、これがまた。OK。これでホタルイカの仕込みの完成。で、お次はシャコエビ。シャコちゃんはまず頭を落とします。でね、意外と知らないんですけど、シャコエビのこの爪のところ、ここ外して、これをピュッとやるとね、身が結構出るんですよね。これうまいんですよ。うん。これね、いいつまみになるんですよね。で、まず頭を落としちゃって、で、この状態になりました。そしたら両サイドを落としていきます。で、ここで、あんまりケチりすぎないこと。結構がっつりいっちゃっていいです。そうしないとうまく剥がせれませんのでね、このぐらい切っちゃってください。このトゲトゲだけを切る感じじゃなくて、トゲトゲの次の次、ほんの少し身も切るイメージですね。ほんの少し身も切るイメージ、こんなもん。こんな感じです。そしたら先端もチョキンと切って、であとはそこからこうやってピロ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 と剥いてってください。下からでも上からでもいいですよ。はい、下の殻が取れたら次上の殻。手でね、押さえながらゆっくり剥くと綺麗に剥けます。これはオスですね。オスのシャコエビは身の味が濃くてうまいです。メスはね、卵が入ってますんで、卵のホクホク感がとても美味しいですよね。うん、これメスですね。でメスの方が殻は剥きやすいですね。こんな感じですね。これもメスだな。メス2匹とオス1匹ですね。さて、これである程度仕込みは終わりました。そしたらこれは一度冷蔵庫入れといて、ハマグリのお味噌汁を作っていきましょうか。よく洗ったハマグリさんをお湯の中へ。で、ここに顆粒だしとかも入れたいところなんですけど、今日はあえて入れず、ハマグリとお味噌だけでいきたいと思います。で、蓋が開くまでちょっと待ち。はい、ではバッチバチにいい感じ。全部蓋も開きましたね。これ、ブリンブリンですよ。で、味噌入れるときは火を落として、で、お味噌。ハマグリのお味噌汁って実はめちゃくちゃうまいんですよ。お吸い物がね、有名ですけどね。もう一回ね、お味噌汁やってみてほしい。アサリとかシジミとはまた違ったね、美味しさがあるんですよね。できれば味噌は薄めでいってほしいですね。ハマグリの出汁と塩気で十分美味しいので、そこに軽く味噌加えるぐらいで、めちゃめちゃうまい。味見。うまっ。で、これでお味噌汁の完成と。そしたらいよいよ丼を作っていきます。ネタを切って欲望のままに盛り付けていくだけですからね。でご飯は酢飯にしてもいいんですけど、今日は白米でいきます。で、白米を薄く伸ばしていくと。こんな感じ。よし、では切って盛り付けていきたいと思います。まずはマグロ。キハダマグロですね。切り方はどういう風でもいいんですけど、僕は海鮮丼はこうやって薄くそぎ切りにするのが好きですね。こう薄く切った方が口の中でお米とネタが絡まり合って、ネタの味がより感じれるような気がします。マグロはこんなもんにしとこうかな。最初に一つのネタを乗せすぎちゃって後から入んなくなるっていうパターンが多いので、次はサーモン。サーモンも薄くそぎ切りに。で、お次はカンパチ。カンパチはちょっと飾り包丁入れましょうか。で、カンパチも薄作り。で、ご飯が見えないように盛り付けていきます。ご飯を覆いかぶすような盛り付けで。次は色合い的にホタルイカいこうかな。ホタルイカがここで登場。結構ね、パンパンになってきちゃうと思う。実はこのホタルイカと白米ってめちゃめちゃ相性いいんですよ。この濃厚な味噌と白米がとてもうまいです。次はホタテいきましょうか。ホタテはちょっと分厚めに。
1個だけにしときましょうか。でちょっと色が寂しいので、ここら辺で色の強い赤貝いきましょうか。赤貝10日。1枚、2枚。貝エリアですね。で、赤紐もちょんちょんと加えて。で、お次にシャコエビいきましょうか。シャコエビはちょっと大きいので、切って、こんな感じで盛り付けましょう。斜めに落として、揃えて、こう置くと。よし、いいんじゃないですか。あとは真ん中が空きましたね。そしたら次真ん中は、大葉を1枚かませます。で、大葉のてっぺんがマグロのとこに来るように盛り付けます。赤に緑が入るととても綺麗に見えますんでね。僕はマグロの上に大葉を置きます。で、ここで車エビ。車エビも本当は頭ごとこう入れたらとても豪華なんですけども、そこをぐっと我慢して殻を剥いてあげます。こうですね。で、尻尾もつけたままが綺麗なんですけど、尻尾は取っちゃいます。こういう感じですね。で、これだと大きいので半分に切ります。で、半分に切ったら切り口を揃えて、こういう風に置きますと。こんな感じ。はい、こんな感じですね。で、車エビの頭、味噌が入ってますんで、味噌も食べたい場合は、この目玉と角の間に親指入れて、角を上に押すと、こうやってパカッと外れます。で、このパカッと外れた状態で、こう乗せたりすると、おしゃれですよね。こういうのは僕いいと思うんですよね。なぜなら、食べる時に箸でこうつまんで出せるから。で、食べる時も箸で持ったままチューチュー吸えるから。こういう盛り付けはいいと思うんですよね。次はこちら。山口県産の天然アワビですね。アワビはまず貝柱を落とします。貝柱を落としたら、切れ込みを入れます。切れ込みが入ったら、アワビを裏返して、スライス。スライス。弾力がありますんでね、海鮮丼にする場合は結構薄めにスライスしてください。で、アワビを乗せていくと。そしたら次はこちら、塩イクラですね。綺麗なイクラです、これ。これをドカンと乗せます。ドカッと。で、そこにウニ。豪快にザザザザザザザ。そしてこの空いてるスペースに盛り付けていく。だんだん完成が見えてまいりましたよ。お次は厚焼き卵ですね。ちょっとスペースがね、ないんですけど、どっかに入れたいな。半分にしてと、こうして、ここら辺に置こうか。で、お次はわさびですね。わさびは今日は緑の強い頭の方を使っていきます。いい香り。で、香りのいいところをちょんと添えて、芽ネギやなんかも乗せましょうか。芽ネギも揃えて、サーモンの上に乗せましょうか。で、すだちを真ん中にちょんと添えたら、で、これで完成と思いきや、まだ終わりません。美味しい海鮮丼には美味しいお醤油。金子印の濃い醤油をお皿に入れて、スポイト。これで、チューッとスポイトで醤油を入れていきます。はい、これ醤油が入りました。そしたら醤油の入ったスポイトをここら辺にブスッ。もう一本ブスッ。はい、これで僕の理想の海鮮丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。豪華な海鮮丼ができました。これ店で食べたらね、いくらすんだろう ?5000 円はすると思います。そしたら僕のこだわりポイント。海鮮丼っていうのはご飯と一緒に食べていくものなんで、できるだけネタが一緒に入っても、口の中で喧嘩にならないようにネタを置いてます。例えば先ほど言ったように、ウニとアワビは相性いいので、口の中に入った時に相乗効果でとても美味しいです。で、ウニとイクラも相性いいですよね。そういう感じでできるだけ固めております。で、コーナー分けしてますね。貝は貝、なんかエビ系はエビ系でざっくりと分けてあります。で、できるだけご飯の量とネタの量、同じぐらいにしてあります。で、最後にやったこの最大のポイント、スポイト醤油。こんなんあったらいいなーってずっと思っとったやつなんですよ。こういうお店は一回もね、出会ったことないんですけど、これスポイトの何がいいかというと、ちょっとずつ醤油かけれるんですよね。だいたい醤油が置いてあってそれシャーってかけるじゃないですか。結構かけすぎることないですか？でもスポイトだったら、こうやって、ちょっとずつこうやってかけれるんですよ。こうやってピーって。ちょってかけれるんで、
すごいいいですよね。で、ちょっといらないなっていう時は、ちょっと隅っこに置いといて、また欲しいなっていう時は、これピュッ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 とかければいいというね、ものすごい画期的だなと思ってね。さあ、そしたら食べていこうか。で、食べる時に、邪魔だったらこういうすだちとか、このエビの頭とかはどけます。食べる人は食べてもいいんですけどね。で、この箸でどかせれるっていうのがこれ最大のポイントなんですよね。まずはマグロエリアからいきますか。ご飯が薄いからマグロで巻いて食べれるんですよね。こういう感じで。うまっ。激うま。次サーモン。で、ちょっと醤油が足りんなと思ったら醤油をピュッとかけて。うまい。サーモンは生サーモンが一番うまいよ。次、カンパチさん。すりおろしわさびをちょっと乗せて。うまい。で、ちょっと口の中にウニも入れると。うまい。これが海鮮丼の楽しみ方ですよ。で、回して、ホタルイカと白米。うまっ。合うんだよな、これが。今の時期しかホタルイカ味わえないですからね。で、お口の中がちょっとごちゃついたなと思ったら、お味噌汁でリセット。あー、うまい。で、お次こちら。ホタテエリアですね。プリップリのホタテを。うまい。シャキシャキしてます。赤貝。これがうまい。うまっ。めちゃくちゃうまい。で、今はもう高級大型のシャコエビ。旨味が濃いな。カニとエビの両方のいいところをちゃんと持ってる。甲殻類好きな人にはたまらんよね。車エビ。うまっ。茹で加減もバッチリだ。プリップリ。次は、アワビ。音聞こえますかこれ。うまい。そして海鮮丼ではド定番。ウニイクラゾーンですね。まずウニゾーン。うめえ。で、ウニ食べたらちょっとお口休めで卵。で、お味噌汁。ブリンブリンのハマグリも。うまっ。なんてうまいハマグリなんだこれ。で、最後。こちら、塩イクラですね。これをご飯と一緒に。うめえ。この塩イクラやばいね。これ相当ランク高いこれ。めちゃくちゃうまい。はい、ということで今日はこちらの僕の思う理想の海鮮丼ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん。ビールのやつ。これしかないっすわな。海鮮丼とビール。これでええ。はい、こちら。今日はちょっと不発ですね。8対2です。いただきます。なんで海鮮って飽きないんだろう。そうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。というわけで今日は海鮮丼作って食べてみましたけども、めちゃめちゃうまかった。自分の目で見て食材を買って自分好みに作ったんで、そりゃうまいですわな。今日は僕の理想の海鮮丼っていうので、ああでもないこうでもない言いながら作りましたけども、極論言っちゃうと料理に正解っていうのはないんですよ。ただ僕が今日の動画で伝えたかったことは、海鮮丼っていうのはやっぱご飯の上にネタが乗っかっててそれを食べるものなので、衛生面だけはちゃんとした海鮮丼がええなということでね、今日はこういう動画を撮らせていただきました。大好きな料理だからこそね、今日はああだこうだ言って作りました。この動画が好評でしたらね、理想の刺身定食、僕が一番好きな刺身定食を作るっていう動画も撮りたいなと思っております。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。